板垣退助の政治思想について。イントロダクション。明治時代の日本において、多くの政治家や思想家が活躍しましたが、その中でも特に注目される人物の一人が板垣退助です。彼は自由民権運動のリーダーとして知られ、近代日本の民主主義の基礎を築く上で大きな役割を果たしました。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、板垣退助の政治思想について詳しく解説していきます。自由民権運動と板垣退助。板垣退助って自由民権運動のリーダーって聞いたけど、具体的に何をしたのだ？いい質問ね。板垣退助は1874年に民選議員設立憲白書を提出して、民衆の意見を反映させるために国会の創設を求めたのよ。これは日本で初めての民選議会の設立要求で、後の立憲政治の基礎となったわ。それってすごいのだ。でも、なんでそんなことをしようと思ったのだ？当時の日本は明治政府が権力を集中させていて、民衆の意見が反映されにくい状況だったの。板垣退助はそれを改善しようと、自分たちの声を政治に反映させるための運動を起こしたのよ。具体的にはどんな活動をしたのだ？ただ意見を言うだけじゃなくて、何か特別なことをしたのだ？そうね、具体的には演説会を開いたり、新聞やパンフレットを通じて考えを広めたりしたわね。それに、地方議会の設立を推進するために、各地を回って講演を行ったりもしたのよ。彼の行動力は本当にすごかったの。板垣退助の民主主義思想。じゃあ、板垣退助ってどんな民主主義の考えを持っていたのだ？板垣退助は自由、平等、博愛を基本理念にしていたわ。その中でも特に自由を重要視していて、個人の自由と権利を守ることが民主主義の根幹だと考えていたのよ。自由って具体的にはどんなことを指しているのだ？例えば言論の自由や集会の自由、そして選挙の自由などが含まれるわね。板垣退助はこれらの自由を守るために、民衆が自らの意見を表明する権利を持つことが重要だと主張していたわ。でも、それって明治時代にはかなり革新的な考え方だったんじゃないのだ？その通りよ。当時の日本はまだ封建的な価値観が強く残っていて、上からの支配が普通だったの。だからこそ、板垣退助のような人が声を上げることは非常に重要だったのよ。じゃあ、板垣退助はどこからその考えを得たのだ？彼は西洋の思想に触れることで影響を受けたわ。特にフランス革命やアメリカ独立戦争の思想から多くを学び、それを日本に適用しようとしたのよ。板垣退助の影響とその後。板垣退助の思想ってその後の日本にどんな影響を与えたのだ？彼の思想は明治憲法や大日本帝国憲法の制定に大きな影響を与えたわ。そして彼の活動を通じて多くの人々が政治に関心を持つようになり、後の大正デモクラシーにもつながっていくのよ。そうなのだな。じゃあ、彼の活動がなかったら今の日本はどうなっていたのだ？もし板垣退助がいなかったら、日本の民主主義の発展はもっと遅れていたかもしれないわね。彼のようなリーダーがいたからこそ、民衆の権利が守られる社会が築かれたんだと思うわ。でも、彼の活動には反対もあったと思うのだ？もちろん反対もあったわ。特に政府側からは強い抵抗があって、彼自身も何度か襲撃されたりしたの。でも彼はそれにも小褒めせずに活動を続けたのよ。それって本当にすごいのだ。彼の信念の強さには感服するのだ。そうね、彼のような人がいたからこそ、今の私たちが享受している自由があるんだと思うわね。まとめ。板垣退助は自由民権運動を通じて、日本の民主主義の礎を築いた重要な人物です。彼の自由平等博愛の理念は、現在の日本社会にも大きな影響を与えています。ずんだもんと四国メタンの対話を通じて、板垣退助の政治思想をより深く理解できたのではないでしょうか。彼の思想を学び、現代の私たちもより良い社会を目指していきましょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。